さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では2月9日から劇場公開されているこの作品、フクロウ。17世紀の朝鮮王朝時代の記録物、隠女実録、陰祖と人祖と書いて隠女実録に記された王子の謎の死を題材とした韓国製のサスペンススリラー。盲目のハリー・ギョンスは病の弟を救うため宮廷で働くことになる。しかしある夜、王子が不可解な死を遂げる事件が発生。その場に居合わせていたギョンスは恐ろしい真実を知ってしまう。主人公のギョンスを信じたのは、独占ビリーバーなどの、リュウ・ジョンヨルさん、またベテランなどのユー・ヘジンが国王役ですね。これもすごかった。両者ともすごかった。監督を務めたのは本作で長編監督デビューを果たしたアン・テジンさんです。ということで、フクロウもう見たよというリスナーの皆様からね、感想をね、ウォッチメンからの感謝報告メールでいただいてます。皆さんありがとうございます。メールの量は少なめ、でもまあ公開関数がそんなに大きくないとかそういうのもあるんでしょうか。なんですが、いただいたメール、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、主な褒める意見はテンポの良い話し運び、さりげなく抑制の効いた演出が良い、繊細な音の使い方にうなった、目の前の不正を見過ごしたままでいいのかというメッセージに心を打たれたなどございました。一方否定的な意見は前半が冗長、ラストの付け足しは脱足ではなどございましたが、その否定的な意見もある意味否定的な意見も足したぐらいの感じで、全体としてすごくよくできてるとか面白かったってところは実は皆さん共通してて、面白かったって言ってない人いない感じだと思います。はい、ということで代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームアレグリアと仕事したいさんです。フクロウシネマート心斎橋にて鑑賞しました。音が繊細な映画だと感じました。布を丸める時の指と布が触れる音まで繊細に、微細に捉えていて、主人公の感覚の鋭さや気が過ぎてしまう厄介さが伝わりました。針を体に入れたり抜いたりする音までしっかり聞こえてきて、なんだか不安感を煽られます。彼の目についての個性が途中から発覚します。ありがとうございます。今日実は一番主人公の持っている特性みたいなね、特徴みたいなものが途中で大きなキーになるんですけど、できるだけ直接的には触れないようにしたいと思いますね。ありがとうございます。次々だって、彼の目についての個性が途中から発覚しますが、結構序盤からほのめかしがうまいというのがあったりする。そしてすいません、略しながら読んでますよ。そしてポスタービジュアルにもなっている物語が大きく動く、王の子の治療シーン、ろうそくの使い方とそれに影響される主人公の視界表現が巧みすぎる。見ながら息を止めてしまうほどの緊迫感がありました。本当だね。目が見えない人が、何かに気づいてしまう描写は日本版の見えない目撃者を連想しました。両作品とも見えないということを見えている私たちに伝えるためのアイデアが革新的と。正直歴史に疎く韓国の時代劇を見たこともなかったので出だしは乗り切れていませんでしたが、このシーンからぐっと引き込まれていって、そのままラストまでぐいぐい連れていかれていってしまいましたと。でちょっとこれ伏せさせていただきますね。ちょっとね、ネタバレを伏せます。本当は見えてるし聞こえてるし知っているのに、平和に生き抜くために踊った人間を装って気づいていないふりをする。国や時代が違えど人間は同じことを繰り返していますね。助けられるかもしれない人すら見えないふりをしていていいのかという投げかけは、今世界で起こっていることを傍観してしまっている自分に強く刺さりましたというね、ことでございます。ありがとうございます。あとですね、ちょっとこれ抜粋していきますね。キムシュウ教授さん、いつもありがとうございます。特筆すべきは、ソギョンの抱える秘密に関わる闇の描写です。暗い描写ね。ネタバレが避けますが、その秘密のため本作では暗くて見づらいシーンが多いですと。しかし目を凝らせばギリギリ見える程度にうまく調整されています。闇の中でこそ真実が浮かび上がるというこの演出はエンドクレジットにまで徹底されており、それがとってもかっこいいと思いました。17世紀の李氏朝鮮の勉強にもなるし、まさに新宿で一杯飲む前に気楽に見てよかったと思える良質な娯楽作品でしたというキムシュウ教授さん。とかですかね。じゃあちょっとダメだったという方もご紹介しますね。草むすびさん、フクロウを見ました。立場としては3でも非でもありません。まず本題に入るまでが長く、かといってそれが機能しているとも思いませんでしたと。予想以上にパラサイトのリスペクトおじさん近辺で笑いが起こるシーンが多く、リスペクトはい方ね、ごめんなさい、目の大きなね、パクミョンフンさんコメディリリーフ的に前半をね引っ張ってくるわけでございますが、それは良いのですが、そのような描き方をしておきながら後半リスペクトおじさんが生きるような展開がなく、思い返せば単に平穏な日常がだらっと描かれているようにしか思えなかった前半が辛かったです。しかし、1997年に起こった通貨危機を描いた国家が破産する日や耳の聞こえない女性が殺人鬼を追われる殺人鬼から逃げる夜などの韓国映画で描かれていた国民の無関心といったものを中心に描いたテーマ性は素晴らしかったです。でちょっとこれどういう言い方する、ちょっとごめんなさいね、伏せ方が難しいな。
とにかく、主人公が最終的に声を上げるわけですが、声を上げたギョンスのように悪いことには悪いと、声を上げないと、今は良いかもしれないが将来的に見れば悪い方向に進んでしまうのではないだろうかという制作陣のメッセージと私は受け取りました。ということで、韓国国内の今後の在り方を国民に問う作品なのではないかとか、この韓国映画と結びつけて私は考えました。私も全くその通りだと思います。はい、当然それ絶対入ってると思いますね。もちろん過去の歴史のことでもありながら、もう近現代史全般、今にやってるまで、あともっと言えば普遍的に本当に世界中どこでも通じるような話というところもあるかもしれませんけどね。やっぱそれはこうなんていうかエンタメにこういうメッセージを落とし込むっていうのはやっぱり韓国映画すごい底力な部分かなという感じもしますよね。はい、リスナーの皆様本当にありがとうございます。そして、熊崎さん、ご覧になっていかがだったでしょうか。いやこれやっぱメッセージ性ということを皆さんお書きになってますけど、それを感じつつも、もうシンプルに作品としてめちゃくちゃ面白いっていうのがもう正直な、エンターテインメント的にもう最高に面白かったですね。前半後半で一気にもう様変わりしていきますけども、僕意外と前半の部分が好きだったりもして、それこそさっき言ってたギョロッとした目の、パク・ミョンフンさんですか、リスペクトおじさんのことマンシクというね、方やっぱりパラサイトとはまたちょっと全然違う役回りですし、ちょっと愛の不時着にも出てたりして、役割とかとなんか近しいような感じもして、コメディリリーフ、そうですね、なんかねおじさん見ちゃうなみたいな、そういうおじさんだ、韓国ドラマとかでおなじみのおじさんだみたいなことを楽しみつつ、結構面白いなクスッと笑えるシーンもあるぞってなったら、また一気に中盤以降グワーってくるじゃないですか。そのなんかコントラストみたいなの含めて2時間、大体2時間上ですよね。118分ぐらいかな。もうフルフルで楽しかったですね。最後の終わり方とかいろいろ含めて、細かいところは言いませんけども、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。最高でした。なるほどね、パク・ミョンフンさん、最高ですね。ミョンフンさん最高ですね。ハンサムなのにね、ハンサムなのに笑えるっていう、ハンサムに見せないと言いますか、ハンサムだとかモテるっていうことはおっしゃってましたけどね、作品の言ってるけどやっぱ笑えるっていうのがねそこも面白いところでしたよね。素晴らしいですね。はい、熊崎君ありがとうございました。さあということで、フクロウでございます。私も恵比寿ガーデンシネマで2回見てまいりました。入りはちょっとぼちぼちという感じもしましたけどね、あんまり大きいスクリーンじゃないけどぼちぼちという感じだったけども、結論から言っちゃえば本当に熊崎さんもおっしゃってる通り、そして前評判通りまずはむちゃくちゃ面白かったですね。やっぱりね、朝鮮王朝のねその歴史サスペンスというその側だけ言うと、例えばちょっと真面目なというかちょっと地味めな映画に思われるかもしれませんけど、むしろまずはエンターテインメントとしてストレートに楽しめる作品、気取ったところ全くない作品ですね。むしろそういうだからそのコメディリーフの使い方とかすごいこってこてなところもいっぱいあるというかね感じですけども、ただし同時に、見る見ない見える見えないという、言うまでもなくこの上なく映画的なモチーフ、私も繰り返し言ってますが、がですねしっかりある種の真摯なメッセージ性とも自然に重なっていてということで、終わってみるとよくできてたなっていうふうに、感心してしまうような一作でございました。朝鮮王朝の、歴史とか全く知らない状態で見てもいつも言ってますけど、ちゃんとお話上最低限必要なことは分かるように作ってもありますし、監督ご自身がそんなに歴史詳しいわけじゃなくて今回作るために調べたら面白ってなったって言ってるんで、そんぐらいのモードで全然十分ですし、全く構えることはない。むしろ、純粋にエンターテインメントとして、面白い映画が見たいなら今劇場でかかってる中ではこれじゃないかなって言っていいぐらい、だと思います。あとですね、逆にというべきかポスターとかでメインビジュアル的にもされている目玉に針がピッと突きつけられている絵、あれがメインビジュアルになってますね。ちょっと古い例で申し訳ないサンゲリアとか、あとハロウィンの2作目のブギーマンの宣伝ポスターみたいな先端恐怖症的ホラーっていうかさ、そういう描写なのと、それちょっときついその場面私きついんだという、要するに先端恐怖症的なものがね苦手な人が尻込みしてしまう可能性もあるというか、実際私の奥さんがそうだったんですよ。ポスタービジュアル見て、いや私これちょっと無理だわっつって、確かに目玉に針がピッて迫るところ場面としてはもちろんあるはあります。ただこれもう言っちゃいますけど、そこ一箇所だけだし結果そこまできついことには少なくともその点目に針がピッに関してはそこまできついことにはならないんで、ご安心くださいというか、それだけですよと、嫌な人はそこだけ目つぶってればいいんじゃないっていうのもあるし、というかですね、ぶっちゃけその場面ですね、ちょうど上映時間真ん中あたり、50分ぐらいですかね、一気に事態が急展開、映画としてもここからガラッとトーンやスピードが変わる非常に重要ポイントで、言っちゃえばですねそれどころじゃないのよ
いろいろ大変なことが現状起こりすぎてて、目の前に針がピはその中ではあんまり大きいことではないぐらいっていうかはい、ということでですね、本当に割と広く満足いただける一作と言っていいのではないかなというふうに思います。娯楽映画と、まずは娯楽映画としてね。実際韓国本国では2022年に公開され、興行的にもそして批評的にももう最高レベルの最高を収めた一作となっています。共同脚本も手掛けられたアンテジンさんという方、監督ね、ずっと長年スタッフとして下積みも重ねてこられて、本当になんか照明助手的な、そういう助手的なところとで助監督もやって、でそっからもう結構十何年経って、なんと本作が撮影当時51歳にして長編映画監督デビューっていうことなんですよね。でそれがこの大成功ということで、それがまずちょっと素晴らしいですよね。アンテジンさんね、はい、素晴らしいことだと思います。で、まず本作を作ることに至った経緯として、例えばですね、韓流 M ポストっていうところかなの、インタビュー記事とかによればですね、まず視覚障害を持った主人公が宮廷に入って何かを目撃する物語という企画を制作側からもらったということですね。でおそらくその時点で今回のこの表の中で直接的に言うのは避けようと思ってます。さっきからのメールでもちょっとね避けながら言ってますけど、主人公の視覚障害、もちろん視覚障害を持ってるんですけども、でね白杖をついて常にこう歩いてるわけですけども、杖をねついて歩いてるんですけども、視覚障害にまつわるある特徴がある。これは現実にもある視覚障害の一つの形で、これが本作を数あるその目撃者スリラーとちょっとまた一味違うものにしているわけですね。目撃者スリラー、代表的なのはやっぱり暗くなるまで待ってとかねありますし、監督はですね、アンテジン監督自身は例えば、これ怖いっていうところの記事かなの中ではですね、エネミー・オブ・アメリカとか、追い詰められてなどを念頭に置いたなんていうことをおっしゃっているし、それこそ視覚障害者が事件を目撃する、夫とかも込めて目撃するということで言えば、韓国映画ブラインド、そして先ほどのメールにもありましたそのブラインドのもう日本版のあれは見事なリメイク傑作でしたね。見えない目撃者とか、とにかくそういう、個々にいっぱいあるわけです、目撃者スリラーで。どれもなんか一定の面白さあるんですけどね、やっぱりね、傑作たちともまた違うさらなるひとひねりがこう加わっているって今回のねフクロウにはってことですね。なるほど、そうきたかっていうところで、まずそこに、ちょっとフレッシュな面白さがありますし、しかもそれが、先ほど皆さんメールでもご指摘されている方多かったです。見て見ぬふりをするという、要は世の中の不公正不正義、それに対して力を持たない者たちはただ見て見ぬふりをすることで自分の身を守っていくしかない、それでいいのかっていう、さっきも言ったそのエンタメ性に重ねられた実は真摯な問い、メッセージ性という、でそれはやっぱり、韓国という国の、政治社会状況とも無縁ではないものということが言えると思います。そんなものが重なってくるということですね。とにかくそういうことで、ちょっと話を戻しますけども、そういう基本設定の企画を受けたアンテジンさんね、視覚障害を持った主人公が宮廷に入って何か目撃する物語という企画、そういうのでなんか作んないってもらった、アンテジンさんはそれに合う時代やエピソードを、探すうちに今回の映画の冒頭にも出てきます。あれは本当にあるやつですね。だからいわゆる朝鮮王朝実録ってものすごい体調とかものすごい年数とその冊数があるやつの中の多分その、漢字読みで人相と書いて、陰女実録という、この記録の中のこれ本当に1645年6月27日の出来事として記述されていることで、国王の長男、ソヒョン・セジャっていうのは世の子と書いて、王子だと思ってください。ソヒョン・セジャ、ソヒョンの王子がずっと人質として捕らえていた清から、当時の中国ね、清から帰国後間もなく、体中の穴という穴から血を流してさながらもう明らかに普通の病死じゃない、薬物によって殺されちゃった薬物中毒死、薬物で暗殺されたかのように亡くなったというところに注目して、そういう記述は本当にあるわけですね。でその歴史の隙間行間、まさしく歴史の暗部に想像力を広げて創作した、という話なわけです、このフクロウは。で、ちなみにその前の段階、つまり、今回ユーヘジンが演じている、人相陰女ですね、この人自体その陰女というその人相というねこの王様自体クーデターで王になった人なんですけども、なんだそうですけども、私もちょっとこの映画見てからちょっといろいろ見たらそうなんだみたいな感じでしたけど、彼が彼が治めるその朝鮮王朝に、清が攻め込んできて、でその陰女側の軍は、
漢字で書くと南漢三条って書いて、南無藩三曹ですね。劇中でも何度も言ってますね。南漢三条と書いて南無藩三曹に立てこもって戦うんだけど47日で降伏して、でその院女はですね、要するに朝鮮側の王様は、秦に対して屈辱的な立場置かれることになると。もう地面にこすりつけてこう3回やるみたいな、そういうあれをやって、忠義を使わせられる、非常に屈辱的なことをさせられるという、1636年のいわゆる兵士の乱と言われる事件、歴史的事件があって、それが今回のフクロウの話の前段としてあって、この劇中でもちょいちょいそれが出てくるわけです。もちろんそれ兵士の乱知らなくても何度も8年前の屈辱をみたいなとかね、要はそのどういう立場なのかっていうのが分かるように作られてますけども、そういう事件が実際にあって、で、その8年前の件はそれに関してはですね、今回劇場パンフで書かれている映画ライターの佐藤優さんかな、が書かれていて、僕も知らなくて遅まきながらこのタイミングで初めて見た作品なんですが、2017年の韓国映画「天明の城」という映画ががっつりこの、兵士の乱をメインで描いている、イ・ビョンホン主演の作品で描いてるんですね。これ本当に、佐藤さんも書かれてますけども、フクロウを全史として並べてみると確かにより歴史的なマップがクリアになるところあるかもしれません。非常に勉強になりました。面白かった。ただその天明の城ではですね、その院女というその朝鮮側の王様をですね、パク・ヘイルが演じてるんですね。別れる決心とかのおなじみのパク・ヘイル、線が細いインテリ青年風のパク・ヘイルが演じていて、つまりどちらかというと徳は高いが幸は薄いっていうタイプの王様ね、王様はそういうだから線が細いタイプで、周りの家臣たちがそれを守ってる。でその線が細い王様がもう本当にやむなく頭下げてるみたいな、そういう話になってるパク・ヘイルが演じてるから、それに対して今回のフクロウはユ・ヘジンが演じてるわけで、ユ・ヘジンさんもちろん顔見れば韓国が見てればね、もう知らない人はいないっていうかね、人ですけど、基本的にはもうゴリゴリ庶民役っていうか、常にもうね血を這うような庶民役をやってきた人、これユ・ヘジンマンの要するに神女とはかなり解釈が違うということで、これ後ほど言います、やっぱユ・ヘジンが演じてるなりのやっぱフクロウ、今回すごく意味があるわけですけども、こういうやっぱその解釈によって全然同じ人物とか同じ事件みたいなのを扱っても全然解釈によって作品のトーンとか人物像が変わってくるっていうところにやっぱ僕歴史ものを見比べる楽しさもあるなと思うんで、そういう意味でもフクロウと、この天明の城並べてみるのいいんじゃないでしょうか。はい、佐藤優さんの文章、パンフの文章非常に勉強になりました。で、ともあれそうしたさっきから言ってる史実の隙間、行間、暗部にですね、まさに我々観客にとっての目となって入り込んでいくね、その歴史の合間に入り込んでいくというのが、もちろんこれは架空の人物です。架空の主人公、視覚障害を持つハリーで刺して病気を治すギョンスという青年ですね。演じているリュ・ジョンヨルさん、いろんなもの出てますけど、僕がこれまで見た中でも例えばタクシー運転手の学生とか、ザ・キングのね主人公とずっと幼なじみというかな、一緒にいる、で途中でちょっとねお亡くなりになってしまうキャラクターとか、あと独占のリメイクの謎めいた青年であるとか、とにかくこのデュ・ジョンヨルさんは見るたびに毎作結構全然雰囲気が変わるっていうか、ちょっと同じ人だって気づかない時も多いぐらいなんですけど、つまりすごい芸達者な方ということだなと思いますけども、今回は特にですね、だから今までの分かって見てても独占のあの人かみたいな感じで、非常にだいぶ違って見えるし、まず視覚障害を持つ人、しかもこれ持つね、さっきからちょっと伏せた言い方になって見てない人分かりづらいかもしれないけど、視覚障害を持つ人を2段階いや3段階ぐらいに分けて演じ分けなきゃならないというまず難しさがあるわけですね。ちなみにもちろんですね、これちょっと話ずれますけど、今日さまざまな特徴を持つキャラクター、障害に限りませんが、例えばそのジェンダーであるとかさまざまなその特徴を持つキャラクター、あと人種であるとか、特にそれが少数派であればあるほどできるだけ当事者がキャスティングされていくことが望ましいという方向に、世界の表現は進歩している、僕はそれはもう進歩だと思いますしているんだけども、本作に関してはもちろんそのね、リュウ・ジョンヨルさんはもちろん視覚障害当事者ではないわけですけども、ただ本作に限って言うならば、さっきから言っている主人公の視覚障害の特性がですね、要はちょっとこれカッコつけてますし、その演技のスキルを要求する役柄、演技のスキルって単に上手いだけじゃなくて、視覚障害者なんだけどそこに演じている
という要素が1個入る役なんですね。もう伏せながら言うのがきつなので、もちろんその視覚障害当事者ではない方が演じていますが、この、彼のキャスティングというのもこの作品に限って言うならば、もちろんそのどんずまのね当事者がいればまた話は別ですけども、これに限っては仕方ないというか、許容範囲という言い方も良くないのかな、ありじゃないかなこの役はっていう感じがいたしました。ちょっとすいません、見た方だったら分かるんだけど見てない人はさっぱりない言い方で申し訳ない。はい、あとですね、今回のそのギョンスというね、ハリーの役、基本的にはもちろんひたすら受け身のキャラクターなんですね。非常に弱い立場のキャラクターなんで、思ったこととかを考えていることをそのまま口に、出したりしないっていうかできない立場なんですね。で それをしかもその序盤でそれこそさっきのねコメディリリーフのマンシクさんに思ったこととか言うなよとにかく黙ってろみたいなね、パク・ビョンホンさんに言われるわけですよみたいなことであんまり口に出さない、だからこそ最後のあれがグッとくるっていうことなんだけど、とにかくセリフではない微細なリアクションで全てを表現しきらないといけない、そういう意味でも非常に難役なわけです。それをですねこのリュ・ジョンヨルさん本当に見事にですね、例えばちょっとこう口を開いて虚空を見つめながら周囲の世界に集中しているね、音を聞いているとか、そういう表情の時に、とかですね、あともちろんそのさまざまなそのね、気持ちみたいなものを自然にこう表現していて、こう見ている側がすごくこうとにかく彼の考えていることに集中させられるんですね、彼の演技にね。あとその彼が聞いてるなっていう時にやっぱりこれはその演出の部分ですけども、彼を取り囲むさまざまな音がこう立ち上がってくる感じ。例えば序盤のね、さりげないとこですけど、城こっちの方じゃないですよねって言った時にちょっと川の音がクッて立つ感じとか、ああいうところ、いろんな音であるとか、あとは途中際立ってくる触覚を通じて彼が世界を知覚しているか、もちろん物を普通に触るっていうのもそうですけど、針をこうやってて、その針をその刺してる反応で、その針を刺してるその当人がどういう精神状態かを察するっていうか、あれこの人みたいなこと気づくみたいなところ、そういうところをセリフではなく今彼が何を感じ考えているかっていうのを本当に過不足なくと言っています。過不足なく伝えてくるというのは、これはやっぱりですね、監督アンテジンさん、おそらくは長年の下積みを通じて映画というものを学び尽くし知り尽くした彼の監督デビューにしてやっぱすでに手だれの域っていうか技じゃないですかね。もうベテラン監督みたいな手際かなっていう感じがしますけどね。特に本作注目していただけない、これ先ほどの、キムシューさんからメールにもあった通りですけど、明かりがついていない、というその薄暗闇というのが特に後半物語の養成上大半を占めるようになってくるわけですね。そこでただ暗すぎてなんだか分かんないっていうのはこれはもちろん論外ですし、かといって全体を薄ぼんやり明るめにその明るさをね、その画面調整とかして全体を薄ぼんやり明るくしちゃうと単にぼやけた絵になっちゃって、絵としてかっこ悪い上になんか緊張感もない世界観になってしまって、これも台無しだし、でかといってですね、白黒映画的なと言いましょうか、陰陽のコントラストをバキッとつけたような、これは暗がり表現としてはかっこいいんですけど、ただ陰陽のコントラストをバキッとつけちゃうと明かりあるじゃんって感じにしちゃうんで、やっぱり光源がないっていう感じを表現しなきゃいけないのにっていうところでですね、本作は、非常に見事なバランスをとってる。僕が見る限り、例えば背景美術ですね、壁とか襖とかそういうところ、あとは衣装にですね、要所にやっぱ白をすごく自然に入れ込んでて、でそこを適度に浮かび上がらせることで非常に品よくナチュラルに明かりのない暗闇、夜間っていうものをでも見やすく、でも全体としてはちゃんと暗がりっていう感じの中で、舞台としてちゃんとこう成り立たせてるっていうね、非常に計算し尽くされた、見事にバランスが捉えた、なかなかちょっとナイトシーンでこれだけ全部が薄暗がりなんだけど見えるし、メリハリも実はちゃんとあるみたいなのってなかなかないと思うんですけども、なかなか手だれの、全員が手だれの仕事してるなっていう感じだと思いますし、でそれが通されてるから、それが要するに後半のある意味デフォルト的なトーンになって、それで機能してる。これが普通の世界、要するに主人公にとっては一番ある意味こう行動しやすい空間なわけですね、主人公のギョンスにとっては。それがあるからこそクライマックス、映画のドア玉で一部分だけ見せていたシーンのその先っていうのを見せるわけですね。その冒頭に見せたシーンにもう一回戻ってくる、よくある構成ですけど、そしたらこう
扉をバーンと開けた時に広がってるその光景がある種の主人公にとって、そしてもちろん感情移入してる我々にとって絶望的な圧を持って画面いっぱい、つまりその我々全体を絶望的な圧を持って取り囲むように、それまでがその薄暗がりのトーンで見事に通されてるので、うわ無理って感じがするようにちゃんと醸し出されてるわけです。はい、ということで非常にその画面設計もうまくできてますねという感じですね。で、ちょっと話戻しますけど、ちょっとね話がだいぶ先の方までいっちゃったけど、とにかく視覚障害を持つハリーのジョンス、能力は非常に高いけれども社会的には非常に低く扱われ、視覚障害を持っているということで日常的にも若干舐めた扱いを受けてるわけです。肉屋さんでね頑張ってねなんて言いながらあんま良くないとこをこう渡され、抜かれたりとかするというようなね、そういうような低く扱われがちな彼が、しかも病気の弟を養うためという責任も負いつつと、なんとかこう王宮勤めに入り込み、いろいろハラハラするくだりもありつつ、ここはもう本当ぜひ見てください。ありつつも、次第にこうやっぱりその能力とか人柄が認められて、だんだんこう王家の中枢にこう近づいていくという、言ってみれば前半は有能ながらハンデを背負った好青年のサクセスストーリーですね、が前半部だと思ってください。そういう感じで、はい。で確かにそこでその後半に比べればややおとなしい展開がしばらく続くというところでですね、パク・ミョンフンさん演じるさっきから言ってるマンシクがコメディリリーフとして観客のテンションをキープし続けるというあたりも、これは僕娯楽映画としてプロの仕事っていうかあたりでちゃんときっちり笑わせてくれるっていうか、いろんな間とかね、例えばこそこそ話してると思ったら後ろに全員いるとか、ああいうもうなんか一歩間違うとなんてかちょっとこう行き過ぎたコミカルになっちゃうところをなんか絶妙なライン保ってるなというふうに思いました。あえて言えば先ほどの否定的メールにあった通り、確かにマンシクさん後半で例えば彼が何か一肌脱ぐとか、彼の何かっていうのが彼がいたからどうっていうのが1個ぐらいあってもよかった気はします。確かにコメディリリーフとして出てきてそれが嘆き悲しむ人になって終わっちゃってるんで、何かしらもう1個機能を果たしてもただもっとさらにうまい感は確かに増したでしょうね。それは確かにおっしゃる通りかなという気がしますが、で前半はそんなサクセスストーリーで進むと。ただとはいえですね、このサクセスストーリー、日本人にも非常に馴染みも深いものです。つまりゴリゴリの封建主義ですね。もうとにかくお上の言うことには逆らえませんと、ゴリゴリの封建主義の中で弱い立場の者が、なんとか生き延びるために知恵を働かした結果、それこそ見ざる聞かざる言わざるに徹していればこそのサクセスストーリーなんですよね。だからそこにやっぱある種の危うさがずっと定流として流れているし、それもある種の危うさが流れているとはいえそんなにいいもんじゃねえよなこれっていうのもちゃんとピリリと効かしてくるあたりもバランスとして僕は前半部のちゃんとスパイスになってると思う。単なるのんびりした話じゃないっていうか、要するに彼が成功するのは弟のためなんだけど、中枢に行けば行くほどあんまり深入りしない方がいいんじゃないのって感じもしてくるみたいなね、あたりがうまいあたりかと思いますね。でですね、中枢に行けば行くほど、どんどんその、王様に近づいていくわけですけど、ここでやっぱりその王様尋常を演じているのが先ほどから言ってるもともとね、いろんな作品出てますけど、基本的にはとにかく血を這うような庶民の役ですよね。もう顔からしてそうだろうって感じなんだけど、ユヘジンさんが、この王を演じてるってことがやっぱもうとにかく彼が登場してる場面は全部もう釘付けっていうか圧倒的な磁場で演じてますよね。これだけ多分偉い役って演じたのってユーヘンジンさん初めてじゃないかなって感じがするけども、要はその王としての苦悩をしてるわけですけど、その苦悩がやっぱり良くもいい方向にも悪い方向にとにかく人間臭いっていうかことですよね。泥臭いとすら言っていいようなね。だからさっき言ったようにもともとねクーデターでのし上がったような人でもあるし、だから日本で言うならば言っちゃえばちょっと秀吉的なというかなんかこう内から湧き出てくるバイタリティと、そのバイタリティゆえの権力に対する執着と、そしてそれが醸し出すその一末の悲しさっていうか哀れさっていうか、だから威厳もちろん演技力で威厳は出すんだけど、トータルでやがて悲しゅうっていう感じですね。
それをですね神経痛を患ってて特に片側が麻痺しかけててヒクヒクするみたいなもので、なんかこう辛いことがもう我慢しがたいことがあると顔がヒクヒクが止められなくなってうーってなる感じとかも含めてですね、もうなんていうか威厳と滑稽さと小ささと大きさとみたいなものをでトータルでだから出てきた時にはこの人の全体像っていうかつかめないっていうか、いい人か悪い人かも分かんないしどう考えていいのか、これが本当に見事なバランスになってますよね。ユヘジンに演じさせたの天才って感じがしますけどね、見事なバランスだと思いますね。あとそのね序盤のあれで言うならばですよ、中国っていうかその秦からの特使がこう来て、その王子を返してくれるっていうのが来るじゃないですか。あそこでねまずその王宮の中に一人だけもう馬に乗っかって降りもしないでパッカパッカって入ってきて、そっからして何をか言わんやなのにもう追い打ちかけるように、そういうことすると思ったみたいな、ちょっと無礼な一幕があってからの、僕はここに本当にうなっちゃいましたね。秦の側が皇帝のおなーりって言ってこれに貸し付けって言ってる、それにその朝鮮の王が貸し付かなきゃいけないっていう、これは屈辱だっていうのが見事な構図で示されてて、実際にああだったんでしょうけどあそこを強調するあたりとかもうまいだから、それがあればこそやっぱりその陰樹のそのいろんなこうなんていうかもうなんていうか怨念とかいろいろもう腹に据えかねるっていう感じがあればこそ後半のいろいろっていうのもっていう感じがするわけですね。すいません簡単符が多くてでですね、いろいろありますと。で主人公ギョンスはどんどんこう能力で中枢に近づいてって、その中で非常に良かったねってこともあったりするんだけど、さっきから言ったように冒頭でその王子ね、秦から帰ってきた王子どうなるかは冒頭で歴史的事実として示されてるんで、近づけば近づくほど絶対にいいことは起こらないというかみたいな感じになっていると、だから言ってるようにですね、ちょうど上映時間真ん中あたり50分目ぐらいでついに主人公ギョンスがあるとんでもない真実を見てしまうというくだりが来るわけです。でこっから後半物語、そして映画としてのギアが一気にギュ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 ッとギアが上がる、僕の言葉で言うと映画が急激に走り出す、というのがまた本作の非常に楽しいところでして、映画のこのギアがだからやっぱりね、僕序盤のスローペースとかって大事だと思うんですね。それでギアがギュイーンってかかるところでドライブしてきたぜっていうのが楽しいわけで、まずそのですね、さっきから言ってる主人公の視覚障害の特性がここで、見られる関係の逆転といういつも言ってる映画的スリリングさの代表格たる構造をしかも何層にも重ねた形で、機能させてみせるわけです。だからすっごくハラハラワクワクというかさせられるわけですね。こっちがつまりその一方的に見ていたつもりのその人から今見返されているその光景もまたこちらが一方的に見返している、しかもその向こうではまた別の人がこちらを見ている、そしてその自分が今そっちを見ているということをその見ている人も認識しているなみたいな、何層にも見られる構造がこの場面で重なって、それ全てが主人公を全部追い詰めるわけですよ。というなのでさっき言った目玉の寸前に針先がピーってね、これはその中の一環として出てくるわけです。でもうこの一連のくだりだけで僕は超面白いなこの映画みたいな、最高だなもうマジでみたいな、この場面だけでももう最高って感じでもうね、もう値段元取りましたって感じがしましたけどね。でこっから先主人公はですね、要は決定的な不正義をただ一人目撃した身として道義的責任、これまずは道義的責任とさっき言ったゴリゴリの封建主義の中弟を養うつまり弟を養うために自分の身を守らなければならない、その圧倒的な立場の弱さ、道義的責任と立場の弱さ、その板挟みジレンマを抱えながら宮中という限定空間を文字通り暗躍せざるを得なくなるわけですね。そんな中そのどうしたらいいんだってことなんだけど、針の穴を通すような唯一の解決策に訴えようとしたまさにその時、上映時間でいうと先ほどの大展開があった50分目からさらに20分ほど経ったところでまたさらに驚愕の真実が明らかになる。
ここは先ほどの50分目のシーンとはまた違って、まずギョンスが、ハリーとしてさっきから言ってる触覚で何かを察知するわけです。ここから始まるんですね。触覚であれこの人要するに触覚でその人の感情的テンションっていうのも分かる感じなんでしょうけども、ピーンみたいな音してこの人って感じがする。で、ネタバレしないよう伏せながら言いますけども、この場面全体がこの人いやまさかいやでもひょっとしていやそんなはずはってそうなの本当にそうなのだんだんその人の本性っていうのが段階的に現れていくっていうあれになって、ここのですねで最終的にはまさにこうなんていうんですかね、ちょっと舞台空間めいた周囲が囲まれている空間がまさに舞台空間的に機能するっていうか、その見せ方も含めてですね、さっきの50分目のシーンとはまた違ううわってどんでん返しがある。ここから先ギョンスはより大きな敵とね戦わなきゃならなくなるわけですけどね、主人公はね。途中彼がさっき言った道義的責任とその圧倒的な立場の弱さの狭間に立たされて、もう当然もうこんだけ立場弱いんだからでこんだけひどい目にあったんだからもういいよ、もう君がその自分の立場弟のためにも自分の身を守る方を取っても誰も責めないよっていう、そこで取るある選択、過去の映画で言えばホステルとかあとスーサイドスクワットとかでもありましたけど、私ですねああいうそれでも人として戻るってこの展開が僕は弱いなという感じですね。もうグッときてしまいましたね。はい。さらにそこから盛り上がるということでございます。そして先ほどから言ってるようにですね、この腐敗した権力、しかもクーデターで取った政権でしかも世襲で成り立つ腐敗した権力に対する、批判的視点というのはですねやはりとても韓国ならではのものだとも思います。もちろんね韓国の近現代史もちろんクーデター独裁みたいなのがあったりとかで、それに対して民衆が声を上げてそれをまたさらに抑え込むそういう、公衆事件とかを中心としたいろんな近現代史もあるし、もっと言えばやっぱり近年のね例えばセウォル号事件みたいな責任を負うべき人が負わないで、人々が苦しい目に遭うみたいなことに対するその批判的視点、それをエンターテインメントに落とし込んでいくみたいな、これは本当に韓国映画ならではのものだと思いますし、もっと言えばでもさらに言えば最後のね、神女の姿っていうのはあれはつまり権力とか持ってしまった人が普遍的に行き着く先っていうか、なんと虚しいね、ことであろうかと。だからそこにもちゃんとある意味歴史ものとしての風格もちゃんとあるわけですね、そこにね。はい。でそういうもろもろのメッセージ性というのがあればこそですね、ラストの展開ねちょっと打足じゃないかみたいなご意見もありましたけども、主人公ギョンスもともとはもちろんおそらく単純にサスペンスを盛り上げるためのものだったろう、見えないと思われている人という設定が見えていると思っている人に、その見えないと思われている人があなたには何が見えていますかという問いをかけてスパッと終わるっていうこの着地が思いのほか深いメッセージ性と余韻を残すっていうことだと思うんですよね。歴史的事実っていうのはやっぱ動かせないんで、誰それがこうなっちゃいました、誰それがこうなっちゃいました、これ歴史もののある意味限界なんだけど、でもその隙間にこの着地を置くことでつまりなんか権力者とその民衆の関係って別に何か今に至るまで世界中解決した問題じゃないけど、そこに今に差してくる問いを最後に置いてバーンって終わるっていう、主人公の設定がこんな余韻のために機能するかみたいなので、僕はもうこの終わった時点でフクロウって出てタイトルうまーはいという感じだと思いました。脚本演出演技すべてが本当に一級のプロの仕事を見せていただいているという感じがいたします。とにかくストレートに面白いですし、さっきから言ってるようにしっかり後味も、軽すぎない、しっかりちゃんと重い後味も残って大満足といった感じじゃないでしょうか。さっきから言ってるねその暗がり表現であるとか、あとやっぱりあちこちから音が立ち上がってくる表現等々はやっぱりこれ暗がりで集中してこそっていうね、主人公のなんか見ているその視界のその構造ってこれちょっと伏せながら分かりづらくて申し訳ない、さっきのメールで伏せた部分なんだけどまさに映画じゃんってね、その通りって思いましたんで、見ればわかるからとにかく面白いことは保証しますんで、ぜひぜひフクロウ現在劇場でやってるうちにウォッチしてください。それでは来週2月29日にウォッチする映画工作品10作品を発表していきます。最初の候補はこちらマダムウェブ、続いてはこちら
ネクストゴールウィンズ、はい、タイカワイティティ最新作。3つ目はこちら、コベナント約束の救出、ガイ・リッチ、ちょっとねらしからぬ感じの実力ものですかね。4つ目、犯罪都市ノーウェイアウト、マドンソク主演第3作です。そして5つ目、落下の解剖学、今年アカデミー賞にもいっぱい絡んでくるかもしれない。6つ目、ボアを恐れている。7つ目、カラーパープル。8つ目、瞳を閉じて。9つ目、夜明けのすべて。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム草むすびさん、歌丸さんにウォッチしていただきたいのは韓国映画ジェントルマンです。情報を入れない方が楽しめるので詳細は語りませんが、韓国映画の警察は使えない、捜査がずさんといったあるあるを逆手に取った設定と批評性がとても巧みで、かつ昨今の日本を騒がせている某問題に似たような話が出てきたなど、娯楽性がありながらも社会派の側面をはらんでいるあたりが韓国映画らしくて素晴らしかったです。今週のフクロウにも引き続きね。たださ、情報を入れない方が楽しめるんじゃ俺ダメじゃんはい、ということでレッツガチャタイム。今日はしっかりお金を下ろしてまいりました。ウクライナ人道支援、そして、パレスチナ人道危機に対する人道支援、そしてさらに能登半島、のね皆さんの復興のためのお金使ってくださいということで3万円を、各所に、寄付していきたいと思うために1回余計回しというシステムをやらせていただきます。ということでレッツガチャタイムコンコロリン。1個目きました。1個目は666、ボーは恐れているねえ、もう大変なんですから、もうボーは大変なんですからさあ、ということで、ちょっとアリアスターね、どうなんですかね、当たるといいんですけどね。もう一回、はい、コンコロリン。これ9だから、9はリスン9、夜明けのすべて、夜明けのすべて、三宅翔さんね、はい、よく当たりましたね。三宅翔さん、ケイコも当たんなかったんで、じゃあ行ってみましょうか。はい、ということで、もうこの映画を見たよという皆さんからのメールをお待ちしております。あとは私歌丸にこれ見ろよという映画ね、もしありましたら送ってください。歌丸@tbs.co.jp、歌丸@tbs.co.jp まで送ってください。なんだっけ、リスナー向けに採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。あとは公式書き起こしをね、いつも毎週上げております。YouTube の方にも音声上がっておりますが、公式書き起こしいろいろ書き足したりとかもしてありますんでね、ぜひぜひこちらもご参照いただければ幸いでございます。という感じですかね。ということで以上ムービーウォッチメンでございました。